さんこんにちは。カノチャンネルのせーの、カノです。最近やっとロックダウンが緩和されてきたので、今から自転車に乗って自転車じゃないよ、自転車だよ。そういえば自転車っぽい発音してたな。自転車って呼ぶの関西かな、知らんけど。自転車に乗ってロンドンの中心を今からいろいろうろちょろしに行こうと思います。緩和されたって言っても、今私が住んでるロンドンではその1日に1回外出できるっていうのが無制限になったっていうぐらいで、人との距離っていうのは相変わらずそのソーシャルディスタンスは2メートルを保たないとはいけないけれども、今回はその自転車にずっと乗って垂れ流し、本当に実際に運転してる目線で私と一緒にロンドン一緒に走ってる気分になっていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、編集席のカノンです。今から実況っていうんかな、初の試みではあるんだけど、観光の雑談をしようと思います。さっき帰ってきてばっかりだから、ちょっと前髪がもう見事にパコってちょっと割れて荒れ放題なんだけども、今日の目的地はビッグベン、それからその後にあるトラファルガースクエア広場まで自転車でいくつか紹介しながら行こうと思います。ここら辺は自転車で行かなくても本当に固まって密集してくれてるから、頑張れば1日で歩いて行ける距離でもあるから、本当に便利よね。でここのエリアはそうだな、あんまり特殊して言う場所でもないんだけども、強いて言うならこの付近にすっごく美味しい日本のラーメン屋さんがある。日本人もね、さることながら多いんだけど、ロンドンのイギリス人たちもかなり多くいて、最初の頃ロンドンのラーメン屋さんに行く日本人を見て、なんであそこに行くんやろと、日本食べ放題なのに今ロンドンにいるんだったらロンドンでしか食べれないご飯食べたらいいにとかっていう風に思ってたけど、その1ヶ月後ラーメン行ったわ。でその時に受けたカルチャーショックといえば、ラーメンの値段がすっごい高い。餃子の王将なんてラーメン500円ぐらいで食べられるじゃん。ロンドンで食べるラーメンだったら本当に例えば1500円とかが相場っていうぐらい本当に高い。だから日本でいくら安く食べれるって風に思っても食べてしまうのが日本人よね。ここから一気にお店が増えてきて、ショッピング街らしくなってきました。ただやっぱりこういう時期ということもあってお店がほとんど閉まってます。本来であれば平日休日問わず人通りがすごく多い道なのにもかかわらず、人があんまりいないっていうこともあって、かなり新鮮な気持ちで駆け抜けました。かなりのお店がここにはあるけど、この周辺で日本のものがあるとすれば、例えば代表的なものであればユニクロや無印があります。これらイギリス人にめちゃくちゃ人気で、ちょっと前までは本当にすぐ行ける距離にユニクロ3店舗あったからね。次はオックスフォードストリート。ここはロンドンの超中心地で、日本でいうと、適当に池袋当て込んでみたけど、新宿とも言える。違いがよく分からんけど、ここら辺この付近にはマイクロソフトやアップルの店舗があったりとかして、まさに一等地、お洋服だけじゃない、ほんと超一流企業が集まっている場所になります。だからもしロンドンでお買い物するなら、モールとか確かに便利かもしれないけど、イギリスを感じながら満喫しながらショッピングするとなると、やっぱりここら辺が一番です。建物の雰囲気とか見てわかると思うけど、日本との違いはやっぱり、例えば日本であれば大きなビルだとかショッピングモール、百貨店だとか、かなり大きな建物の中にお店がたくさん密集してるっていうイメージがあるけど、イギリスでは特にこの付近であれば高いビルとかっていうのがないんよね、金融街を除き。だから日本より開放的で、建物にもすごく統一感があっておしゃれだから、日本とはまた違った雰囲気を楽しめます。それにしても空が青い。はい、ここは超中心地のピカデリーサーカスです。目の前に見える電光掲示板はピカデリーサーカスのトレードマークといっても過言ではありません。そしてここの中心にあるのは噴水とエロスの像で、待ち合わせ場所によく使われます。ここは観光地やエンタメの中心であるウエストエンドと呼ばれる場所にあり、日本人に人気でお土産にも最適なフォーナム&メイソンやミュージカル、他にはカラフルなチョコが売りの人気の M&M のお店があります。店内には100種類のチョコレートが売られているだけじゃなく、写真スポットもあり、一つのテーマパークとして楽しめてお土産にも最適な場所です。で小道をちょっと抜けると一気に雰囲気がガラリと変わって、イギリスの女王であるエリザベス女王が住んでいるバッキンガム宮殿に行きます。
パトカーや結構この付近ぐるぐるしてる人たち多いんよ。パトロールで思い出したけど、ロンドンでは未だに馬で警察官がパトロールするっていうのをよく見かけます。何度か見たことあるけど、馬もね歩きながらトイレするから、その馬が残したお土産っていうのはなんもない。まるでロンドンにいるのに牧場の気持ちになるとだけは言っておこう。そしてバッキンガム宮殿。バッキンガム宮殿といえば黒い帽子をかぶったクイーンズガードたちが衛兵交代をする場で有名です。そんなクイーンズガードは笑顔を見せたり笑う様子を上司に見られると給料を下げられるそうです。確かにいろんな観光客に話しかけられたりちょっかいを出される場面を何回か見たことあるけど、表情を変えずにじっとしていたのは記憶に今でも残っています。で後ろを振り返れば大きな公園があります。ただの公園なんだけど、木々がねものすごく生い茂ってるから、公園の中にいるだけで別次元にいるかのような気持ちになれます。そういうこともあってイギリス人芝生に寝っ転がってるわ、大量にボクシングしてる人もいたし、やっぱ寝転がってる人もいたり、日向ぼっこしたり。日焼けを気にする日本人からしたら本当に見られない光景を公園で見ることができます。そしてこの道を抜けていくと先っちょしか見えないビッグベンが見ることができます。実はビッグベンは塔の中にある鐘の名前であり、塔の正式名称はエリザベスタワーと言います。ビッグベンの由来は一説にベンジャミン・ホールさんが時計塔の工事責任者であり、大柄な体格であったことから大きなベンジャミン、これを言い換えてビッグベンとなったとされています。でこの付近にはなんとイギリス首相のボリス・ジョンソン氏が住む10ダウニングストリートのお家があります。歴代の首相が住むお家。今日の動画では目の前は通り過ぎなかったけど、ビッグベンの端っこにはその国会議事堂があるので、ロンドンの中心地には何でも揃っていると言っても過言じゃないです。次は馬とクイーンズガードが待機しているホースガードの場所です。ここに来るの実は2回目で、前に来た時には馬がトイレをするシーンをまたトイレそのトイレシーンの動画を使うことは一度もなかったけど、使ってもな。イギリスはヨーロッパでも数少ない左側通行で、しかも日本と比べて道路がかなり広いよね。日本、イギリスよりも上回る道路の広さとしてはアメリカが挙げられるんだけど、7車線とか6車線とかあるからね。ただ自転車に乗るときロンドンは車道の端を渡らないといけないっていうルールがねあるんよ。日本もあるとは思うんだけど、ロンドンほど厳しく取り締まってない。日本だったら私まだその歩道を自転車で走ってる人見かけたりだとか、例えば私が高校生の時とかだったら人がいなければ走ってたりとかもしてたんだけど、ただ私ロンドンで自転車乗るのあんまり好きじゃないんよね。実は昔2年前ぐらいだったかな、そのロンドンに着いて間もない頃、バスがバス停に止まってたから、バスとその車道の真ん中を通ろうとした時に緩やかにバスが急発進したと、急発進じゃないわ発進したと、肩に当たっておーみたいな。ただでさえ慣れないところでそういう自転車乗るっていうのはなかなか大変やったかな。ここトラファルガー広場の近くに来たらぜひ見つけてほしいのが歩行者用信号機。一見面白い信号に見えるけど、これは同性愛者、バイセクシャル、トランスジェンダーなどの LGBT を象徴した信号機になっています。近年 LGBT の人たちへの配慮が様々な形で行われていますが、これもその一環だそうです。そして次はトラファルガー広場。ここ私以前何回も来たことあって、ジャパン祭りっていう日本の屋台とかお店がたくさん集まるっていうお祭りが行われた場所でもあります。でこの目の前にはゴッホやモネの超有名な作品を無料で見ることができるナショナルギャラリーがあります。ここもねめちゃめちゃおすすめの観光地。ロンドンに数年住んで、このナショナルギャラリーには今まで1回だけ行ったことあります。ここの思い出といったら、私はゴッホのひまわり靴下を買ったことかな。